なんでこれ赤くなってんだろう。はい。一面お願いします。いいかな。はい。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。火曜日から、カメラがまた調子悪いですね。カメラがもしかしたらちょこちょこ調子が悪いので、また、すいません。よかったら教えてくださいね。しめじさんどうもお疲れ様です。よろしくお願いします。すいません、しめじさん。火曜日ちょっと休ませていただきまして、はい。で、また前回ちょっとなんかパソコンのバージョンアップしたら、どうも、この今使っているマイクじゃなくて、パソコンのマイクから拾ってたみたいですね。なので、後で聞いたら全然音が聞こえなかったですね。はい。外もヒートマップ。もうね、言いたいですよね。お花さんどうもこんばんは。よろしくお願いします。すいませんでした。火曜日。はい。お休みをいただきまして、勉強不足っていうのもあったんですけど、ずっと、ちょっとね、ブログの方には書いたんですが、高校生の中間テストがね、ここすごいギュッとあって、高校生ってみんなあれなんですよ。午前中テストやって、午後、開くんですよね。だから、家庭教師の方結構午後にやらないかっていう話が出てて、昼間も結構高校生って教えたりとかしてって、もう全然こうトレードの勉強ができてないっていうか、そういうこともあって、今週はね、ちょっと休みました。なので、土曜日から5日ぐらい空いたって、今までライブでなかったので、ちょっと自分としてはね、ちょっと若干緊張気味っていうか、はい。もう失敗はすごい慣れてるんですけど、ただ、ね、マイクが、音はね、ちょっとあれですね、心配ですね。はい。それでですね、最初にまた、どうも石橋さん、よろしくお願いします。お疲れ様です。はい。今日最初、もういきなり温泉の写真です。最近ちょっとハマったことからちょっと話しようかと。ドロさん、清水さん、ポスプラにいいねって。どうもどうも。皆さんね。はい。ですね。また止まった。もうウェブカメラがね、ちょっとダメっぽいですね。すぐ止まっちゃうんすよ。もう買ってこないとダメかな。はい。カメラで。あんまカメラいらないんですけどね。こういうワイプのカメラね。どうせ、こんな雰囲気明かってもあれなんで。そう。しののめさんお疲れ様です。音ありがとうございます。はい。そうですね。気づきました。設定のところで、マイクの位置がリセットされてて、自分のそのメーカーのマイクになってなかったので、はい。前回がね、全然音がね、出てなかったですね。はい。これ、しののめさんは知ってるところかもしれないですけど、愛知県のですね、北の湯っていうところの温泉がいくつかあります。で、なんでこれ書いたかっていうと、ここもそうですね、コロナの湯っていうところ。珍しいですよ。愛知県ね、コロナの湯って、どうだったんですかね。コロナっていう名前自体で、ね、営業的には、どうだったんでしょう。実はここの、僕、安城の天然温泉のコロナの湯というとこが、今、一番近くでお気に入りなんですけども、日曜日に、久しぶりにその卓球の大会に出まして、で、10試合ぐらいやったんですね。で、10試合やって、疲れたんですけど、もう、なんていうのかな、筋肉痛になりまして、で、その筋肉痛もやっぱ年取ると、遅く出るんですよね。僕だから日曜日の夕方3時ぐらいにはもう試合が終わって、で、疲れたけど筋肉痛は出ないなと。そしたら、次の日の昼ぐらいからですよ。
一日経ったぐらいで筋肉痛がすごい出てきて、俺はいかんと思って。で、昔はその筋肉痛の時には、マラソンしてた時とか、筋トレしてた時は、割とすぐに温泉のそのサウナに行って、熱い、まあ要は血流を良くするために熱いもの、冷たいものってやってたんですよね。で、それを怠ってしまって、月曜日ぐらいからもう体が痛くてですね。で、まあ、結局こう、久々に、まあ、コロナの時全然温泉行かなかったんですけど、もう3年ぶりぐらいかな。温泉に行って、まあ、どちらかというとサウナに行って、サウナ入って、水風呂入って、サウナ入って、水風呂入ってって血行を良くして、で、炭酸水に入ったりとかして、っていう風に。で、まあ、それをやり出したらですね、まあ割と、面白いなと思って、1日、ここ月、火、水と、今日は行ってないですけど、3連チャン行ってきました。で、まあこの北の湯っていうとこと、まあコロナの湯っていうところ行ってるんですけど、皆様どうですかね？そうそうそう。アンコロ。よく知ってます。そう。そうなんですよ。はい。炭酸温泉とかね、行きます。皆さん行きます？温泉とか。やっぱ、もう今回はこういう筋肉痛があって、あれですけど、今もうコロナから少し、まあちょっと明けたというか、まあコロナはまだ続いてますけど、こういったところで、まあちょっと血流良くして、行くっていうのもいいことかなって思いました。まあよく寝れますね、やっぱり。はい。すごく規則正しい感じっていうか、になりました。まあそういうこと、ちょっと話をしつつ、まあ今週は木曜日と、あと、まあ今日と土曜日ね、なんとか、ライブをやっていきたいなと思っております。まあちょっと温泉の話はこれくらいでして皆さんもまた温泉とかね、こういうとこいいよって言ったら教えてくださいね。はい。はい。それではですね、まあもう皆さん昨日ぐらいからの相場から、もうちょっともうって感じになってると思うんですけども、もうといえばですね、今日のまあ特集、先にね、今日ちょっと特集をやっていきたいなと思っております。特集の方は、これですね。もう岸田総理の、これなんで今日この資産所得倍増計画をやったかというと、以前サラさんと、東雲さんの方でちょっとこの、ライブの時に、まあ、お話があって、実際ちょっとさらっと、その時は僕もあんまり知らなくって、まあ、要は岸田さんが海外で、あとイギリスかなの会合か何かでこう、まあ、インベストイン岸田と言って、まあ、所得を、資産所得倍増計画というふうに言ったと。まあ、それ1月ぐらいの出来事だったのかな。うん。ただ、ここ最近ですね、また、ちらほらとこの話が出てきて、で、YouTube でもそうだし、僕ね、結局これ、やろうと思ったのは、さっき話した北の湯で、温泉に入ってて、サウナに入ってる時に、テレビがあるじゃないですか、サウナって。で、そのテレビ画面で、ニュースでこの話題が出てたんですよ。で、サウナみんな男衆がこう見てて、テレビで見てたんですけど、多分、資産所得倍増って言ってるのが、ほとんどの人が、まあ、投資をやってる人もそうだし、何を言ってるんだろうなって思ってると思うんですよ。でタイミングもめちゃくちゃ悪いし、言ったことも、まあ、ちょうど株価がこんだけ落ちている状態でですね、資産所得倍増って言っている。で、ね、簡単に言えば貯金を投資に回せっていうことだと思うんですけど、まあそれが本当に、まあそういうことを考えて、まあ個人の所得を増やすことを考えて言っていることなのか、どうかっていうのをもう一回ね、ちょっと確認をしていきたいのと思います。で、まあ時間があれば、どうできるかな？一応この資産所得倍増計画の中に積立 NISA のことについてとか
ニーサ口座についての、拡充についてもね、話があったので、まあ、お金の勉強ということを含めてね、ニーサの話もできればいいかなと思っております。はい。それでは、まず最初に、相場始まってますけど、ちょっとここの、ことについてね、早速お話をしていきたいと思います。いくつか YouTube があって、いくつか僕、そこの、資産所得倍増の簡単なね、お話や意見をあったんですけど、この方のお話がちょっと一番わかりやすかったので、ちょっとこれを流したいと思います。5月11日の YouTube で、投資呼びかけ増税という、ものになってますけど、途中で止めながらね、皆さんもちょっと聞いていただいて、一緒に勉強していただきたいなと思います。音声また教えてくださいね。すいませんね、いつも。お願いします。うんうん。え、出てない？やば。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。すいません。これかな？もう一回行きます。すいませんね。出すわけですよ。もちろん税金が下がれば、その分のお金は消費行動に回る可能性が高いわけですから、経済成長もする、GDP だって上がっていくわけですよね。つまり成長してるんだから、リターンが見込めるってことで、投資をどんどん呼び込めるんですが、なぜかその真逆の税金を上げるという方をするわけですよね。じゃあここで言っている、投資家が投資しやすい環境を損なわないようにすらなってないわけですよ。続けます。岸田放送事故だった？5日にロンドンで行ったまたやっちゃった。資産所得倍増プランを打ち出したが、岸田政権が検討を進めようとしている金融所得課税出ました。ありがとうございます。された松野官房長官は、同プランは NISA の抜本的なもうこの間から放送事故ばっかっすね。運用に誘導する新たな仕組みの創設を検討していくものであると説明。その際に2022年度の与党税制改正大綱で示された一般投資家の投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮して諸外国の制度や市場への影響などを踏まえ総合的な検討を行うということに対し十分に配慮していく検討していくと述べたと。ごめんなさい。止まっちゃった。続きいきますね。というわけなんですけど、この前のね、講演で発表したこの資産所得倍増プランなんですけども、まずこの投資の財源が何なのかって言ったら、国民の預貯金なわけですよ。だからもうこれめっちゃ単純に言ったら、まず貯金を投資に回してくれと。で、失敗したら残念でした。で、成功したら税金はたっぷりいただきますよっていうことですよね。これ頭おかしいとしか言いようがない。しかもこの資産所得倍増プラン打ち出したのって、いつかってことやから、つい先日ですよ。つい先日に、岸田に投資しようみたいな、インベストイン岸田みたいなことをね、言ってたわけですよ。しかももう一つ言ってたこともあって、そこでは、減税等が将来の増収をもたらします。だから積極的に導入していきます。みたいなことも言ってたわけですよ。つまり、減税っていう言葉も明確に今度カメラがやばい。数日経てばこの松野官房長官は、課税の強化を検討しています。つまり増税は検討していますよって言ってんやから、もう言ってることちぐはぐやんっていう話。そもそもこの前の岸田さんがロンドンで言った減税が将来の増収をもたらすって言ったら今すぐやれしか思わないわけですけど、結局はその海外に向けてのパフォーマンスはそうやけど、行動は伴ってないわけですよ。いや、国民からしても、いやいや、お前それ分かってんのって今すぐやれよって言うけども、全くやる気配ない。海外の投資家からしても、
このコロナ禍の状況で、ドイツですら消費税減税したにもかかわらず、日本ってそういうの一個もやらんよね。現金給付も全然やらんし、25年以上全く経済成長していない。これがデータにあって、その大半を自民党が政権を担っていた。で、今の自民党の考え方はどうだって言ったら、減税は増収をもたらすって言ってるのに、一切やってないよね。つまり口だけか。で、経済成長もしないのに岸田に投資をみたいな。そんなこと言って笑わせんなよっていうふうに思われてるのに、国内ではナンバー2である官房長官は金融所得課税の強化はやりますと、検討しますっていうふうに言ってるわけだから、じゃあ投資する意味ないよねみたいな。そもそもリスクしかなくてリターンが見込まれへんから投資なんてせえのに、リターンがあったところで持ってかれんねやから、そんなところに誰がすんねんって話。それはね、これ連携が取れてないのかどうかわかんないですけど、基本の大元は同じわけですよ。逆に言ったら岸田さんが勝手に海外で言っただけだって、与党の税制改正大綱でこういうふうに書かれてるわけでしょ。つまり金融所得課税の強化っていうのはやるっていう前提で、岸田さんは資産所得倍増プランを打ち出してるわけですよ。じゃあやってることってやっぱり税金をたっぷり取りたいだけ。新しい資本主義だったり経済成長だったり所得倍増とかもういろいろ言ってますけども、全部嘘で、ただ単純に貯蓄をいっぱい持ってるから税金たくさんください、もうこれしか考えられないですよね。要はどうやって税金を絞り取るかしか考えてないから、一貫性がないというか辻褄の合わないプランがどんどん打ち出されるわけですよ。こんなもん誰が考えてもおかしいって気づきそうなもんやのに、こういう風な方針を発表してしまうんですよね。根本のこと言ったら投資してください、その代わり増税します、そんなことよりもまずその投資できる環境を作るっていうのが最も大事なこと。それは経済成長以外ない、可処分所得を増やす以外ないわけですよ。ちなみに他にも記事があって、資産所得倍増プランは空振り確定、個人金融資産2000兆円狙う魂胆も批判殺到ということで、岸田さんがこのプランを発表した時にほぼ 100% の人がこのタイトル通りのことを考えたと思うんですよ。で、実際その通りになってるっていうから、こんな情けないことあんのかっていう話。記事読んでいきますけど、予想通り市場はほとんど反応しなかったと。連休中6カ国を外遊した岸田首相はロンドンの金融街シティで講演し、安心して日本に投資してほしい、資産所得倍増を実現すると表明したが、翌日の東京市場はわずかに上昇しただけだったと。でもその後にね、今回の松野官房長官の発言があるわけですから、これ以上に下落するのはもうほぼ間違いないかなって予想されますよね。海外の投資家を相手に講演した岸田さんは、2000兆円ある日本の個人金融資産は大きなポテンシャルだ。貯蓄から投資へのシフトを進めるインベストイン岸田ですと胸を張ってみせた。どうやら現在半分以上が現預金で保有されている個人の金融資産2000兆円を投資に回させ、株価をアップさせる魂胆のようだと。しかし、資産所得倍増計画を打ち出した直後からネットでは批判が噴出。なんか違う気がする。資産所得倍増プラン、所得倍増計画はどこへ行った？そうなんですね。なんで貯蓄に走るか分かってないんでしょうね。なるほど。日本の先行きに希望が見えないから不安で貯蓄するんでしょう。投資を推奨する前に日本経済を成長させる。そういう裏もあるんだ。投資なんて自然に集まるでしょう。成長が見えないとこに投資はしませんよ。無意味なマネーゲームにしかならないと思うと。本当にその通り。もうほとんどの人がこう思ったんですよ。だって投資なんてもういかに自分に利益が出るか、いかにリターンがあるか、それしかないわけじゃないですか。で、経済成長を全くしていないところに投資するバカがどこにおんねんって話。正直やり方なんていくらでもあんのに、そのやり方を日本のトップは国民の貯金の半分以上は現預金で保有されてるから、後山もやってたのか。投資に回せてるそうですか。この人って本当に何も分かってないなっていうのを海外にもう堂々と見せつけたっていう感じですよね。で、資産所得とは給料とは異なり株式の配当などから得られる所得だ。厚労省の調査によると2018年1世帯あたりの資産所得は15万8000円だった。岸田首相は資産所得を倍増させるために NISA の利用者拡大を推し進めるという。しかし果たして日本国民や外国人が投資するのかどうかということで、この NISA のね拡大っていうのは全然いいと思うんですよ。だけどそもそもがそういうことじゃなくてみたいな。まずは投資をできるぐらいの貯蓄っていうのを持ってないとあかんわけだから、そんな金がどこにあんねんと。で、経済成長しないねんから、成長のない国に投資するバカがどこにおんねんっていう話。で、さらに、それで資産倍増したところで、金融所得課税は強化する。つまり増税するから税金がっぽりいただきますっていうから、ハイリスクノーリターンの投資なんて誰がすんねんって話でしょ。で、一番恥ずかしいのは何度も言って申し訳ないですけども、誰もが思いつくその話を、岸田さんは分かってないのか知らんけど、堂々とロンドンで発表しちゃうんですよね。続けます。経済評論家の方はこう言うと。岸田首相の講演をテレビで見ましたが、聞いていた外国人投資家は、この人何言ってんだっていう感じできょとんとしていました。
日本はドルベースだとマイナス成長の国ですよ。しかも円安が進行している。投資の鉄則は強い通貨の国を対象にすることです。経済成長もせず弱い通貨の国には誰も積極的には投資しない。外国から投資マネーが入ってこなければ日本人が投資しても儲かることは難しいでしょう。どこが新しい資本主義なのかということで、もうほんとおっしゃる通り。みんなこれを思ってたんですよ。岸田さんだけ思ってなかったんですよね。だからまずその経済成長がどういった仕組みで起こるのかっていうことを岸田さんは勉強し直せって話。もうその株とか投資とかの経験がないんやろなとか、もうそれ以前の問題ですよね、この人は。その貯蓄から投資へじゃなくて、なんでみんなが投資せずに貯蓄しているのかを考えた方がいいって話。もうそれがもう自分でも理解できんやったらもう聞けよと。教えてもらえ、まず。もう情けないけどしょうがない。それで日本が成長するんやったら、もうほんまに誰かに聞け、一回。僕はもうそういうふうに思いますね。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。はい。はい、皆さんこんにちは。ということでですね、皆さんが思った通りっていう感じですかね。はい。このその資産倍増、資産所得倍増プランの狙いっていうのが、とてもその、みんな思ってるように浅はかで、その老人から投資としてその投資させて、資金を、巻き上げてっていうか、こう、お金を循環させるっていうことで、全くその、個人の、所得を倍増させるんじゃなくて、国の税金を預貯金から取りましょうねっていうような意味合いっていう風に聞こえてくるっていうことですね。で、ちょっと思うのが、最近ちょっと思ってることが僕もありまして、そうですね。なんでロンドンなんでしょうね。たまたまそうなんですかね。この資産倍増プランで、写真が出てるときに、たまたまロンドンで会合があったときに喋っちゃったんですかね、これ。イギリスに何かあったんでしょうかね。僕写真がこうバーっと出てて。ほんと不思議ですよね。で、今言える、皆さんもね、思って言えることっていうのはきっと、この、資産所得倍増よりも、給与所得向上を優先すべきっていうことで、これダイヤモンドオンラインっていう、コラムリストのね、ところから、抜粋しているんですけども、皆さん同じように言うことは、所得っていうのは、NISA をやるのはいいことですよ、と。ただ、老人からお金を巻き上げたりするっていうことより、どうやって給与所得を上げて、アメリカのような、ある意味インフレ、ね、アメリカのようなインフレが日本で起こるかどうかっていう問題ですよね。そこですよね。はい。だから、給与所得でここはね、このページはね、その後に、若い人の収入アップを優先しろっていう話をしていて、特に、大事なのは、資産所得の倍増とか老人に巻き上げることより、若い子たちのそのベンチャー企業であったり、そういうところにお金を回せる、エンジェル投資とかね、そういうところに、どんどん回したりとか、することが大事だよってことを言ってくださってるっていう、内容にはなるんですけども。で、これ、僕のチャンネルなので、僕が言いたいことだけも言わせてもらうともありますけどね。はい。はい。山田さんどうもこんにちは。はい。岸田さんは倒産した銀行の平社員だっただけなので、金融経験者っていうのはキャリア不足です。ね。とにかく、しょうがないっていうか、岸田さんは、皆さんもそうですけど、岸田さんしょうがないなって感じに思ってるんじゃないです？国のリーダー、もういつしか、国のリーダーとして、何を期待することもないっていうか、
日本がね、何も期待することはないし、まあ変な話、どんどん関心が薄れるっていうか、政治をしている人たちが、60から、まあ70以上の高齢者で、それを伝えている話も、60、70以上の例えば高齢者の人にお金を巻き上げていくっていうことで、多分ですけど、やりたいことって、なんていうの？働いてる世代に向けて話をしてないじゃないです？多分。一番活力のある、労働者人口、まあ、18歳から65歳までの人たちに対して言ってないですよね、きっと。無視してますよね。はい。だから政治もきっと、今思うんですけど、働いてる人たちのために行ってる政治じゃないんじゃないですか？今、だから、いる自分たちの身の回りにある人たちのことで政治をしている。なんていうのか、投票する人も高齢者だし、なんか高齢化社会だからかわからないんですけど、まあ、伝えてる人も多分、高齢者向けな気がしてきました。じゃないと辻褄が合わないです。はい。はい。ということを思いましたね。すいません。なんかちょっとカメラが今日おかしくて、なんか変ですね。はい。消費税の仕組みもね、そうですね。はい。うん。すごいですね。そもそも2025年までに100円。はい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 。うん。まあね。はい。うん。うん。まあね、国の借金についてももうなんだかわけがわからないですよね。はい。本当に思いますね。借金なのか借金じゃないのかっていう話もありますしね。はい。そうですね。はい。ちょっと待ってくださいね。これちょっとすいませんね。ちょっといくつか消していくかな。なんかですね、パソコンの関係がすごく調子が悪いです。これ、消してメモリーのせいかな。またちょっとあれしなきゃいけないですね。はい。すいませんね。なんかもしかしたらカメラがね、すごい調子が悪いので、これ、もしあれだったら気にしないでくださいね。はい。なんかすごいガチャ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 してます。熱くなってるからかな。はい。じゃあちょっと BGM を流しますね。すいません。はい。はい。はい。いろいろあると思いますけども、まあ、まあ、私のチャンネルとかも一応金融関係の話ですので、この資産倍増計画っていうのもありますけど、まあ、全くもって何にも意味を持たないもの。で、NISA の、ことについては、この資産倍増計画を言ったからといって、前からもう2024年の NISA の改定って決まってたはずだと思うんですよね。だから、あんまり意味を持たないっていうか、と思います。はい。まあでも長期積み立てをされる方は、NISA。ちょっと今カメラがおかしいですけど、すいませんね。拡充。まあこれちょっと出しましょう。難しい話になってるので。NISA の、これか。せっかくなので。はい。これが2024年に NISA の、積み立て NISA のね、法律が改正されて、要は積み立て NISA と、普通の一般 NISA が合体した形になるよっていうのが簡単に、言うと改定されることですね。よりこれで、まあ、拡充したって言うんですけど、これを拡充したって言うのかな？わかんないです。ロールオーバーっていうか、今やってる人たちが、またさらに、
延長されるっていうことは、まあ拡充になるかもしれませんけど、この制度が、もっとなんか金額がね、NISA の金額が、わかった。イギリスにやった意味って、なんかカメラがぐちゃぐちゃになってますね。もうちょっとごめんなさいね。ごめんなさい、マジで。もしかしたらもうカメラ止めてもいいです？なんかいつもチャカ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 してて、すいません。何なんでしょうね、これ。もしかしたらフリーズするかもしれないです。はい。気になってできません。はい。NISA なんですけど、さっきなんでイギリスって言ったかっていうと、なんかこの、たまたまかもしれないですけど、確か、NISA ってもともとイギリスの税制改革で、ESA とかなんかありました？イギリスをモデルに、この NISA ってもともとイギリスの、モデルにしたんじゃなかったかな？それで、ESA って言ったかな？イギリスは何て言ったのかな？で、日本バージョンにして NISA っていう N をつけて、NISA にしたのが確か、それでイギリスで喋ったのかな？今ちょっとプッと思ったことでしたけどね。はい。もともと NISA はそのイギリスの税制、この株式の税制改革というか、中でできたものだったそうですね。で、それを真似たというか、だったと思います。なので、これ、ほとんどね、もっとね、今、でもイギリスはもっとこの NISA っていうか ESA はね、いい法律だったみたいですよ。世界ではやっぱりこの税金対策というか、投資に関する税金とかが全然優遇されたりとかするとこいっぱいありますよね。はい。香港だったら、もうこの、株式の、売上というか利益っていうので、課税されない国もありますよね。マレーシアもありますよね。あとはまあ、どこだ？これ。こういうとこもそうなのかな？バミューダとかこういうとこもそうですかね。はい。税制関係でありますよね。いろいろ。まあそういうことで、NISA を作ったっていうふうに言われていますね。はい。そうですよね。はい。しめじさんすごいですね。早いですね。はい。みんなすごいいっぱい。はい。株式デザインで、ものでもサービスなので、これから言われてる。はい。そうですね。賃金も上がらない。はい。賃金上げても財政とそうですね。はい。明らかですね。はい。そう思います。はい。はい。まあ、本当にいろいろ書いてくださってありがとうございます。皆さんで一緒にこうね、いろいろ勉強できたらありがたいです。そう、しめじさんが言った、これがESAですね。はい。はい。で、この、まあ、これだって、ESA の見直しについてって令和2年改正って書いてありますけど、なんでしょうこれいつの資料でしょうか？令和2年改正？なんだろうこれ。前のやつかこれ。これごめんなさい。これ今の、ちょっとこの資料なんだ。令和2年改正で、2024年からこうするっていうから、ですよね。じゃあ、全然関係ないじゃん。ここからまた改定するんですかね、また。今回のことで。改定しないですよね、きっと。これもうずっと前から決まってることだったと思うんですけどね。この、新NISAは。もうなんか本当に何を言ってるのかがさっぱりわからないですね。今更知ってるよって感じです。はい。もうカメラがもう変な風になってますけど、すいません。はい。はい。それではですね、早速ですけど、まあ、これくらいにさせてもらって、また、本当この NISA についても、SBI 証券で実際に、あれですね、対象 NISA の対象商品とかもいろいろ話していきたかったんですけど、また、どこかのところで積み立て NISA のことについてしっかりね、やっていきたいなと思います。もう今回のね、
多分資産倍増計画と、もうどうも NISA のつながりって、こじつけのように聞こえてきたので、この流れはちょっと良くないなって思います。また、改めて、NISA の話がいろいろ世間で出てきたときに、また、ちょっとこの制度とか、実際の SBI 証券さんの口座を出してね、説明していきたいなと思います。はい。はい。それではですね、お待たせしました。今日の相場についてね、1時間経ちましたけど、ちょっとお話をしていきたいなと思います。はい。昨日、まずこれヒートマップ見ていいです？これ。あ、変わっちゃった。真っ赤から変わっちゃいましたね。もうご存知かと思いますけど、昨日のアメリカの、ダウというかもうみんなすごかったですね。真っ赤っかでしたよね。今、ヒートマップ1時間経っちゃったので、今日の、アメリカの相場 S&P500 のこのヒートマップ今出てますけど、まばらな動きになっています。はい。ちょっとまた全体の方からちょっと言いますね。今日1時間経ったナスダック S&P あたりは、ナスダックはプラテンしましたね。やっと、11,400。ダウがまだ続落です。マイナス 1% 前後まで来てます。S&P が残念ですけど3,900です。ただ、先物を見ると、今、ちょうど、この S&P の先物、ちょっと V 字、今、ちょっと上がってきてます。ナスダックの先物も、ちょっと、上がってきてます。一時期、富士コロかなが一番悪かったですけどね。で、今、ちょうど米国の、2年債がキューッと落ちました。この米国の2年債との落ちとナスダックのプラスは関連していると思います。また半導体の方も関連していると思います。今、2年債の金利が 2.62 ですね。はい。そうなんですね。こじつけてることさえ気づいてない。なるほど。本当ですね。はい。はい。で、米国の10年債の方はもう下がってますね。2.82 ですね。もう今やっぱりアメリカの市場を見ていくときにこの金利を見ていくことと恐怖指数を見ていくしかないなと思いますね。まだ結局恐怖指数もなんだ言って30ぐらいから割らないですね。はい。30をずっとキープしてるのって本当に気持ち悪いですね。ごめんなさい、また。気持ち悪い感じになってます。それではちょっとまた全体的なところからあと個別の方も行ってきますね。今日の日経ですけども、結局 26,400 ぐらいでしたね。もう今 26,000 でもいいんじゃないですか？なんか思います。この今のアメリカの状態に比べれば、日経はまだマシだと思いますね。はい。もう 25,000 割ってもいいかぐらいだけど、まだね、ここで止まってるなーって感じします。うん。はい。僕の見解ですのでね、日経はもっと下がってもいいんじゃないかと思ってるのは。はい。それから、多分ですけど、日経が下がりきれてない部分はこのドル円の関係もあるかもしれませんね。円高から一回、円高にちょっとなってるので、これが少しだけ関係してるかもしれません。はい。ユーロも、ユーロ円は高いですね。でも134か。一時期137まで行ってましたので、ちょっと下がりましたね。はい。世界の動きを見てみます。なんか書いてあるな。FRB が圧縮を目指している。はい。資産水準からすると SP500 は4000。そうなんですね。はいはいはい。
今の水準から上がったから金融引き締めに前のめりなガイダンスを出してかかってなので今仕込み。そういう、なるほど。いや、じゃあ山田さんの感覚としては4000を切った時にはちょっと調整して4000でっていう感じでなんか SP500 の調整っていう感じで考えてるんですね。なるほど。確かにそれは4000っていうのはいいラインだと思いますね。はい。またちょっと後でSP500 のテクニカルも見たいなと思いますね。はい。なるほど。今ちょうどなんかどうもこんにちは。はじめまして。はい。SP500 は最悪どれぐらいが下がると考えていらっしゃるご意見ください。わかりました。それでは今ちょうどお二人から SP500 の話が出ているので、ちょっとチャート上のところからレジサポラインと、これテクニカル上の話ですよ。で、お話をしてきますね。ファンダメンタルで、例えば金利がくちゃくちゃ上がってしまって、10年債とかが、これが一気に FRB の調整で、ズドーンって 3.5 とかって言った時に、一時的にバーンと落ちるやつは読めないかもしれないですけど、大体のテクニカル上の話だけでお話ししますね。はい。では、こちらの方がですね、今日のまず SP500 の先物の冷やし、これをちょっとお見せしたいと思います。結構今、テクニカルを精密的に書くようになりました。これ先物です。冷やしですね。まだ簡単に言いますと、この期間については SP500 は90日の縦のラインを出しております。それからチャンネルラインを1段、2段、3段という形で書いています。はい。では、現在の位置からサポート、今の現在の位置がどの地点に来ているかをお伝えします。現在の先物が3890という位置です。この今の水準がですね、2021年の3月の水準まで落ちています。で、みんなSP500 をこの注目するところっていうのは、このレジサポラインっていうところを見てるんですね。はい。ここを見てます。なので、まず、1段目、次のターゲットが3750です。いいですか？ 3750 です。ここ過去に3回つけてます。3750。でですね、デッドラインがですね、その下、ここがデッドラインです。3660。ここを、SP500 が3660を、ちょっと黒くしますね。あれ？ちょっとごめんなさいね。今、太文字でちょっと黒くしました。見ていただくとわかるんですが、この3650を割るとですね、見えます？もう下がですね、2020年の9月のダブルボトムになってるんですけど、ここまでサポート、ここがね、3200。ここね。さすがにこの3200はないと思います。はい。ここからここまで、そんなにサポートがないんですよ。はい。3520っていうところに1個ありますけど。ということで、私が思う SP500 の一応底っていうのは、強くそのサポートされている位置って考えるには、3600、正確に言うと、この先物だと3663というライン。ここが最低じゃないです。もうちょっとこの下落トレンドを
長く引いていくと、あります。それでですね、予想ではないんですけど、もしこの下落トレンドをずるずるずるっといってしまったらですね、その、3600まで来るところっていうのが、7月の終わり。はい。7月の終わりまででこの下落トレンドが、もし行くんであれば、この緑のラインのところ。ね。まあちょっと、下がった場合ですよ。まあ、ブラシで書きます。まあ、ちょっとこれ赤くしますね。下落トレンドだった場合ですね。ごめんなさい。久々テクニカル書きますね。で、伸びてく場合、上昇トレンドなの場合は、日足なので、これ日足で先物書いてるので、皆さんこのチャンネルラインとかも結構ちゃんと見てると思います。このチャンネルラインは。上昇トレンド、下降トレンドはしっかり見てると思います。今ちょうどね、オシレーターはね、すごいわかりにくい状態が続いてると思います。MACD とか。なぜかというと、昨日あたりで、ストーンと落としたので、かなり落としたので、MACD って傾向を見るので平均線の。なので、こういう1日でドカーンと落としたものに対してっていうのは敏感にそんな反応できないですね。だから多分、オシレーター使ってる人はまだこれ、上昇トレンドとかナスダックもそうですけど、なってるかもしれません。だってここずっとボトムみたいにちょっと上がってましたよね。で、昨日バーンって落としたので、みんな、また戻すか、みたいな感じになってると思うんですよ。はい。ということで一応この SP500 の、下落の最終ラインは3660まで見た方がいい。で、もし、下がりきらないってなるんだったら、昨日の底値。昨日のね、3850? ここも、底の可能性もあります。はい。昨日の最安値かな ?2 回つけてますね。3850を。はい。下げ止まればです。今の昨日の終値が、終値じゃないな、底値安値っていうんですかね。3850。ここも、可能性は十分あります。こんな感じですね。はい。じゃあちょっと今 SP500 の底っていうか、テクニカルちょっと日足で分析させていただきましたけども、またちょっと、全体的な話もまた戻してしてきますね。ダウス、また下がってきましたね。はい。ちょっとコモディティも見てみます。コモディティちょっと動きが今日も激しいです。めちゃくちゃ激しいです。ゴールドが、この多分株の関係もあってか、ウクライナの関係は特にないですよね。ゴールドがすごい上がってるんですよ。ちょっとニュース見た時にはウクライナの関係でそんなに有事の金になってるとは思わなかったので、多分株の関係だと思うんですけど、急騰してます、ゴールドが。今日は。金属全体的に急騰してます。パラジウムだけ違いますね。あとは、シルバー、プラチナ、銅と上がってます。原油がね、わけがわからない。今。下がってるので、今上がってますね。この下がりはちょっとね、ボラティリティが高くてわからないです。天然ガスもボラティリティが今めちゃくちゃ高くて、どっち行くかわからない状態です。はい。高いですけどね。もう多分、原油と天然ガスはもう超短期でやるなら、いいかもしれない。っていうのは、テクニカルを見て、なんて言うんです？デイトレードぐらい1日以内で、
トレードするんだったら超過半価で儲かるかもしれないなと思います。だけど僕今、一日中、なかなかその、チャート見れないので、今やっぱり、なかなか、トレードしにくい状態なので、スイングトレードをするにはちょっと、この今の原油と天然ガスはやっぱり難しいですね。で、あと、ソフトコモディティの大豆コーンも今難しいです。なんか。これ見てください。今大豆。ヒューって上がってて、これなんかショートカバー、金もそうですけど、動きがショートカバー的な動きしてますよね。売りかなと思ってる人がいたのかな。この大豆も、このニューヨーク時間で、市場がスタートしてから急に上がり出したんですよね。コーンもそうです。はい。なのでちょっとここソフトコモディティですけど、全然ソフトじゃないです。動きが。はい。コモディティは今本当にデイトレードで、もしやられる方がいたら面白いかもしれないっていうことだけ言いますね。はい。で、あとちょっとビットコイン見ますね。ビットコインが急に、まあ今ボラが高いですけど、プラテンしてましたね。これでもプラテンしてるけどどうも怪しい。イーサリアムはマイナスですもんね。ちょっと珍しいですね。これビットコインと今イーサリアムの、若干乖離してるというか。はい。ビットコインはちょっと上がってて、イーサリアムは下がってますね。ただまあ1日の動きなので、イーサリアム 1.3 でそんなになんていうの、激しく動いてて、結局マイナス 1% って感じですね。こっちも激しく動いてて、今、プラス 0.7% ということで、これも難しい。とても、ボラが高いですね。めちゃくちゃ。はい。という状態です。全体的にはそんな感じですね。はい。そうですか。ありがとうございます。はい。いいえ、とんでもないです。私も3600ぐらいで考えてます。ただ考えるだけ素人の私がわかる。なるほど。はい。皆さんそうですね。多分、3800か3660とかそのあたりって見てると思いますね。SP はね。はい。はい。長期投資の場合だったら3600でも3800でも4000でも、まあそんなに問題ないんじゃないですか。正直、来年、もうちょっと長い話、来年になるととにかく、僕も思うのは、インフレが収まる、今年中に収まるかどうかですよ。そうそう、これ、あれどこにあったっけこれ。あれ作ったんですけど、10年利回り、どこだったっけあれちょっとごめんなさいね。ここ、ナスダックちょっと変えるか。これどこで作ったんだっけ記憶がないな。ちょっといいですか10年債のやつ作ったんです。これか。でもどうしよう。2年債見た方が早いのかないいか。ちょっとごめんなさい。これ、実は、ちょっと見にくいですけど、これ。これ。米国債の10年債の金利です。のチャートを一回作りました。でもこれちょっと乖離してるなはい。何が言いたいかというと、このチャート、10年債のチャートなんですけど、実は今、この10年国債の利回りについては、急に上がってきたんですが、上昇トレンドなんですけど、だいぶトレンドが緩やかになってはきてます。多分ですけど、この10年債のピークも、3.5。またカメラが壊れた。最悪っす。もう何ですかね、このカメラ。はい。3.5。ここまでどうやってソフトランディングしていくかっていう感じですね。はい。と僕は思います。なので、
この上昇トレンドで見るとですよ。見ると、まあ移動平均線も来てますけど、3.5 までソフトランディングでこの行った場合ですね。はい。この10年利回りの 3.5 っていうのは6月から7月のあたり。ここまで10年利回りがこういう形で上がってくるまでは、なんて言うんでしょう。アメリカの株価はまだ下がる余地はもうちょっとあると思います。とにかくインフレを抑えたいから、金利を利回り上げたいですよね。はい。3.5 とあたりだと思います。なんで、まあ、これ、一応テクニカル上だと6月になってますけど、来月になってますけど、あとは、物価指数どうしても見ないとわかんないですね。CPI の、値が、なんていうの？高止まりしてくるかどうかもありますよね。はい。だからもう、テクニカル上だけじゃなくて、やっぱり CPI と利回りをどれだけ上がって下がっていくか、このチャートも大事だなと思います。だいぶ脱線しているかもしれないですけど、10年国債ですね。はい。じゃあですね、ヒートマップを見て、今日の、セクターをちょっと見ていきたいと思います。S&P500 の今、これ、ヒートマップのセクターです。大型株は今日は、いろいろです。いろいろっていうかもう Amazon なんかめっためただったから、もう下がったらどうしようもないですけど、Apple がまだ下がってますね。あとやっぱりビビったのはやっぱこのなんつうの、ディスカウントストアというか、一般消費ですね。ウォルマート、コストコ。まだ下がってますね。いや、俺これね、ちょっと本当にビビりました。なんていうかな。結構チャートがずっと良くて、ウォルマートとコストコは僕買いだとずっと思ってたんですよ。出してるかな、今日。あ、出してますね。コストコ。まずじゃあちょっとコストコ見ましょうね。皆さんももうチャート見てるかな？これ、コストコも、これね、ここ。ウォルマートもひどいですけど、コストコも、あれみたいな感じになってます。なんだっけ、決算を終えたネットフリックスみたいな状態。あと、もしくは、決算を終えた、メタみたいな感じ。もうテクニカル書けないですもん。パーンといっちゃって。はい。突然ですよ、このコストコも。ビビりました。あと、洋服のギャップもすごかったですね。洋服もめっためたでしたね。ここただでさえ売られてるのに、めっちゃくちゃやられましたね。これもう、やられすぎちゃって、下がってるのも大して下がって見えないですけども、ここも、もうすごいです。ギャップも。はい。あと、ウォルマート。ウォルマートもすごかったな。ウォルマートウォルマート出しますね。いや、もうなんか信頼していたとこっていうか、安定だろうなと思ってた、ウォルマートとコストコがこんだけやられちゃうともうわかんないですね。これももうテクニカルかけてないと思います。あ、もうすごいですね、これ。ちょっと、ウォルマートの、もうきっかけがこれ、ウォルマートの決算で、決算こけて、これ決算こけたんですね。こけたっていうか、収益がすごい悪かったんですよね。はい。売上は良かったけど、収益が悪かった。で、次回の収益も別に悪くないんですけど、あと e コマースもあるのか。Amazon との関係っていうか、要は宅配の関係も良くないですよね。だから一般の人たちが今ちょっと買い物あんまりやんないんじゃないってなってんのかな。だから消費が冷えてるよっていうことを言ってるんですかね、このウォルマートで。すごいですね、これ。つけないですもん、下落トレンドが。
はい。なので、これまた書き直しっていうか、ここでも振り出しに戻さないと、こんな、日用品でこんなチャート見たことないですわ。はい。ちなみにこれ、ウォルマート、ごめんなさい、何%落としてんのこれで。20、ちょっとごめんなさい、見えないぞ、これ。下しすぎて。25% 落としてる。3日で 25% 落としてますね。いやー、ネットフリックスぐらいすごいですね。ネットフリックスもこれぐらい落としてましたよね。はい。あ、サラさん、いつの僕が一生懸命フードコート涙。そうですね。本当に。はい。氷が落ちたってことはもう、そうですね。サラさん、12時になったから来てくれたんですね。ありがとうございます。おはようございます。はい。そうですね。このヒートマップでやっぱりショックだったのは、安定し、なんていうかな、ここってディフェンシブ銘柄って僕思ってたんですよ。安定銘柄。上がりもしないじゃないけど、安定してる上がり方。あとはそのヘルスケア。ヘルスケアと一般消費っていうかは、まあ、ね、ハイテクはダメだけど、なんとかいいだろうと思って。あと、コカ・コーラも、天下のコカ・コーラもやられましたね。はい。コカ・コーラも、どこだったっけ？ちょっとごめんなさいね。ウォルマート出してて。こんな話してても面白くないですよ。コカ・コーラも今日も落としてますね。ペプシもコカ・コーラも。はい。そうですね。これコカ・コーラのとこですね。コカ・コーラも上昇トレンドからパーンといってしまいましたね。はい。残念です。逆に落として、昨日落とさなかったの金融系が下げ止まってた。まあでも 2% ぐらい下げてましたけどね。ぐらいでしたね。はい。まあもう本当にもうみんな、なんていうかな、アメリカの株今ちょっと、もう様子見ようっていう感じで、で、多分、経済じゃなくて、儲かる、投資で、儲かる儲からないっていう観点が強い人は今、多分ですけど、チャートもう見たくない状態だと思います。だって、資産が減ってるから。多分もう嫌だと思ってると思いますね、ここ。を今見てる人は、なんか、勉強好きか変わり者かみたいな感じじゃないですか。下がってる、下がってる、ってしか言えないですもん。はい。ということですね。はい。米の100円ショップ。そんなのもあるんですか？米じゃねえわ。アメリカの100円ショップで。はい。米の100円ショップってなんだろうと思って。すいません、勘違いしました。はい。そうなんですね。はい。はい。でも、消費の抑制が需要拡大インフレまあ、そうですよね。まあ、そうですね。そうか。これちょっと考え方としては、インフレの抑制になってるっていうことか。そうか。そうですよね。これが下がり止まってきたらインフレが、なるほど。それは経済としての流れとしては正しいかもですね。なるほど。今、篠梅さんすごい納得しましたよ。そうかもですね。だからこのウォルマートの決算って、もう今なるべくしてなったっていうか、この下落は、そうかもしれないですね。
もしこれがコストコであっても、きっかけだったっていうか、いつしかもう消費が冷え込んでるよっていうサインを、この株価が見せてるんですね、きっと。なるほど。はいはい。納得ですよ。納得。だって、消費が落ちてるコカ・コーラとか全部そうですけど、そういうことですもんね。安いところでこんだけ落ちてるってことはそういうことですよね。はいはい。まあ、ちょっと、わかんないですけど、言い方悪いですけど、この、ウォルマートがもし下がり止まった時で、インフレの弱含みというかが出てくるのかな。消費が持ち直してくるっていうサインなんですかね。言い方変えれば。だからもしかしたらこのウォルマートとコストコの値動きって、注目これからしなきゃいけないですね、きっと。安いから買いだとかそういうことじゃなくて、この値動きを見ること大事ですよね。そう思いました。ちょっとテクニカルはまた書き直し、どうテクニカル書けるかわからないですけど、ちょっとやってみたいなと思います。うん。米間違えた。俺すいません。あ、へえ。これ、あれですよね。サラさん、イデコみたいなやつですよね。日本で言うと。年金の切り崩しっていうかですよね。はい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 。そうなんだ。もうアメリカの高齢者は、そうか。だからか。日本は結局貯金をしてて、そういうこともあるんですかね。岸田が言っていたことは、アメリカの方々はもう、あれなんだ。それを切り崩してるけど、日本は70代とかを切り崩してるわけじゃなくて、もう貯金っていうか銀行から入れてるから、株やってる人はそんなないのでっていうことか。そういうのもあるのかな。なるほどなるほど。はい。オイルショックはアメリカの金。はい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 。はい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 。なるほど。そうですね。なんか、また、ここの話って、1970年代の今の、値動きって似てる、アメリカの1970年代の話にも似てるとも言われてるみたいですね。はい。オイルショックのこととかもありますもんね。似てますよね。そうかそうか。ただ、あれ、僕なんかの資料というか聞いた話ですけど、オイルショックの時ってもっと長かった。今、オイルショック2年ぐらいあったんじゃないです、下落が。SP500 が、過去50年で、マイナスパフォーマンスしたのがもう何回かあって、で、そのうち1970年の前半かな、オイルショックがあった時。この時って確か2年ぐらい連続でマイナスパフォーマンスがありましたよね。これ、見れるんだっけ？見れないよな、これ。ちょっと、ごめんなさいね。月足で見てみますか。あ、これ SP500 の月足なので、突然やっちゃった今。オイルショックのやつって見えない。あ、すいません。このトレーディングビューはSP500 の先物は1998年からしかないので、あれです。見えないです。はい。確かね、1973年か4年だと思う。ニクソン大統領なので、それぐらいオイルショック、確かそれぐらいだったと思う。その時は2年連続ぐらいで
SP500 マイナスでしたよね。これ、ドットコムバブルの時かな。もう全然関係ないですね、これ。50% 落としてますね。ちょっと今、SP500 の歴史やっちゃってるな、勝手に。リーマンショックが 50% だ。あ、SP550% 落としてるの2回ぐらいありますね。2020年から2022年に対して 50% 落としてますね。で、2007年リーマンショックの時が2008年から9年の1年間で 50% 落としてますね、SP500 が。すごいですね。見てください。SP500 がその当時いくつか。700？ 668ですよ。668って数字聞いたことねえですわ。SP500、668。と思えば、今4000いくつですもんね。はい。すいません。ちょっとSP500 出しちゃいました。戻します。どういうふうだ？あ、こうか。はい。はい。はい。それではですね。あ、オイルショックになってなんかトイレットペーパーなくなってました。なるほど。1時と2時。コロナショックでトイレットペーパーがなくなったという。そうなんですね。はい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 。テスラ、そうなんですか。へえ、ESG 指数で弾かれたんですね。あんだけボラティリティが多いともう本当にたまらんすね。テスラすごいですよね。テスラ今700、もう SP500 の確かテスラは、SP500 に入ったぐらいの値まで戻ってましたよね。今日プラスですけど、ちょっとテスラ見ますね。せっかくなの。717ですもん。これテスラですね。テスラの冷やしですけど、ちょっとこう拡大しますけど、確かね、SP500 に入った時がね、僕覚えてるんです。600、今のあれ680だ。このあたりだ。このブルーのラインですね。このあたりで SP500 に入ったんですよ。680近辺ですね。今もう718なので、そうですね。テスラこの SP500 に入った時点から、わーんと、お山を駆け抜けてって、戻しちゃいましたね。この、2021年の7月終わりから、ここ確か株式分割もして、なんかいろいろ調子に乗ってた時ですね。テスラが。株式分割した時を一回やりましたね。アップルと一緒にやりましたね。はい。なるほど。まあね、すごいですね。でもこれ、今のテスラのこれチャート、アマゾンに似てますね。やっぱちょっと一回、今もうハイテクが一回、ね、今年はもう、しょうがないよねって感じになってるんじゃないです？もともとテスラはだって PR がめちゃくちゃ高いですもんね。まだ100超えてんじゃないです？100ですね。今ちょっと変わりましたね。PR が103まで落ちましたね。もうテスラ関係ないですけどね。PR は。ちょっとこれ直します。103.3 ですね。はい。でした。はい。なるほど。テスラがですか？もうなんか、今もうテスラはわかんないですね。売られ
っているので、またちょっと、雑談になりますけど、ツイッターは今どうなってますか？最近全然聞かないですけど、ツイッターのチャート見ますか？もう今どのチャート見れるかってなんか本当にどこも下がってるから、どれ見たって、なんか、どうなんだろうって感じですよ。ツイッターは、元に戻ってきましたね。もう、下落トレンドにまた入ってきましたね。もう一時期、買収するかどうかっていう話になって、まあ戻ってきちゃいました。今36まで来ましたね。ボトムになってたのが33、4でしたので、はい。残念ですけど、ツイッター、非公開株になるとかいろいろ言ってるみたいですけど、まあ、どうするんでしょうね。ちゃんと買い取って、健全なツイッターにするんでしょうか。なるほど。まあ、とにかく、イーロン・マスクは、面白いですね。もう面白いってしか言いようがない。でも、ああいうキャラが日本でできないですよね。現れないですよね、きっと。やっぱ、日本企業では、ああいう、まあ、例えば、アップルのティム・クックであったり、アマゾンのベソスであったり、そういう人ってもう現れないんでしょうかね。もうなんかアメリカの企業羨ましいっていうか CEO がなんでこんなに表に出ていろいろ影響力を与えられるかっていうか。日本で言うと孫正義が最近全然出てこないですもんね。ソフトバンクも。はい。そうなんです。なるほど。なるほど。民主党政権になびく。なるほどね。はい。ちょっと政治批判が。でもまあアメリカまだなんて言うんです。中国でもし政治批判したら、あれですよね。もう一気にやられますよね。アリババやられましたよね。ジャック・マーは。あれも絶対そうですよね。まだマシなんじゃないです？これぐらいなら。なんかまだ応援してくれる民主主義的なところがアメリカあるなって気はしますよ。いや、もう僕アリババはもう、ほんとびっくりしましたもん。ここまでやられるかっていう。規制もすごいですもんね。はい。もう戻ってこれないですもん、アリババは。僕、アリババ結構応援してたので、はい。ちょっとふらふらと今日適当に見てますけど。ほんとコモディティ見ようかなと思ったのに。すいません。喋りたいだけ喋ってる。これね、アリババ。もうすっごい、どこからやられたんだろう。ちょうど中国のね、経済もこの2021年の2月の春節っていうか正月ぐらいから悪かったのもあったんですけど、ここから政治批判じゃないけど、アリババがフィンテックをちょっとやり始めたこと、なんかフィンテック業界やろうとして、そしたら、イチャモンつけられたんですよね。そこら辺からですね、ジャック・マーがいろいろ叩かれて、どっか飛んでっちゃったりすることもあって、アリババが調子が悪くなって、で、去年、テンセントが夏ぐらいに教育問題があったりとか、アプリの問題があったり、またして、ハイテクがいち早く先にアリババテンセントがダ落ちていったですよね。落ち方がですね、ひどすぎですよね。持ってらっしゃる方いるかわかんないですけど、中国のハイテクの K-Web っていう ETF？ 今これ出してもいいです。K-Web って出したことないですけど。出るのかなこれ、K-Web。あった。出ました。
これあれですよね。今出した、チャートがですね、K-Web ってよく長官太郎くんが出すんですけど、中国のハイテクの ETF ですね。はい。これがですね、今ちょっとだけ、ピークが、去年の2021年の2月ですね。やっぱり2月ですね。が100。ここが100です。わかりやすいですね、K-Web。で、今、27です。ということは、単純に75%、1年で、どれぐらい落とした？そうですね。80% 落としてますね、これ。ETF ですよ。これ2倍レバレッジかかってたかな？はい。2倍レバレッジだったと思います。レバナスみたいなもんですね。ナスダックの。ナスダックの、レバナスも半分ぐらい落としてますけどね。もう。これ 80% 落としてますもん。100万円入れてたらもう20万円になってるっていう話ですよね、これ。すごいですね。はい。まあ、ジャックマー釣りしてるとかニュースになってはい。まあこの K-Web もすごいですけど、まあもし中国で積み立てなんかしてる人いたらもう死んでますね。終わってますね。いるかな？そんな人いないと思うんですけど。まあ日本人は中国まで手出す余裕がないというか、アメリカの株だけで手一杯なはず。中国の株でなんか積み立てをしようなんて考えてる人はほとんどいないはずですね。と思いますけどね。まあでも去年まではいたかもしれない。僕も新興国株っていうのでETF で積み立てもしてるので、ちょっとだけですけど、はい。はい。まあこんなとこですね。はい。じゃあちょっと時間も時間なので最後ちょっとコモディティ見ていいです？実は今のなんていうのか地点でやっぱりもしトレードでやるんだったらコモディティはいいかなと思います。いいかなと思いますって僕もちょっと今なかなか忙しくって全然値動きが見れてないので責任が取れなくていけないですけど例えばこれ原油ですね。原油の4時間足。あれ原油ボトムみたいになってますね今。まあ本当に上昇これ上昇トレンドだったけどポーンと落としましたね。ちょっと1個入れます。最近ちょっとこうテクニカルをまたやり方を変えて上昇トレンドこうやってつけてこんな風に入れてます。こう一段下げた上昇して上げて下げてここで止まってますね。ニューヨーク原油あれですね。200日の平均にピタッと止まってますね。面白いね、これ。今回も200日でほぼ止まりましたね。はい。ということですけど。まあでも、4時間足なので、まだ全然、あれですけどね。もっと短い時間足でやって、上昇トレンドにもう一段乗ってこれればいいですね。今ちょうど、この50の、ニューヨーク原油が50の、平均線をちょっと上抜けそうなので、もしこれ上抜けると、この上昇トレンド乗ると、またいいかもしれない。レンジになるかな？いや、ちょっと、まあ、久々。ここどう？ 106.8 ここか。106. 違うな。106.9 を割らなかったら上に行ける可能性は十分ありますね。はい。あれ？エクソンモービルなんか昨日過去最高値出してませんでした？へんてこですね。昨日すごい原油下がってるのにエクソンモービルは確か
過去最高値出してちょっと下がったのかなですね。だからまだ原油上だと思うんですけどね。はい。ちょっとここすごい下がりがすごかったですもんね。はい。というところ。それから、コーン見ましょう。久々。皆さんコモディティ見てますチャート。あんま見てないかな。仮想通貨も最近全然見なくなっちゃいましたけど、いけないですけど。コーンがですね、これコーンの4時間足ですけども、上昇トレンドでこう、これいつから日足なので、この4月からですね。これ、見方が緑から緑が、すいません、しめじさん。お疲れ様です。ありがとうございました。アリババボトムしてました？ちょっと、まあ、ごめんなさい。見てなかったです。104切ったらインするから。本当ですか。ごめんなさい。下がり続けてるってわははって笑ってるだけでいけなかったですね。コモディティ言っちゃいました。ちょっとごめんなさい。ニオって書いてありますね。ニオね。ちょっとせっかくなので、ニオ行きましょう。ニオね。電気自動車ニオ。ちょっとだけテクニカル。電気自動車ニオでございます。ちょっとサポートを書かせていただいて。電気自動車ニオがですね、もうパッと見すぐ下落トレンド、絶賛下落トレンドなんですけども、3ヶ月おきぐらいでちょっと見ていきます。ちょっとこれ間隔が狭いので、これぐらいで見ていくか。今緑で指してるところが3ヶ月おきのスパンになりますので、このチャートは約2オの1年間のチャートと捉えてください。1期、2期、3期で。はい。で、この1年間の2オの、チャートですけど、まあ、下落トレンドがしっかり機能している。すご、綺麗に機能してますね。してます。一段ちょっと入れてみますね。そうすると、2段目のチャンネルラインがここ。すごい綺麗な下落トレンドしてますね、これ。1段、2段。普段実はチャート書いてる最近コメダで書いてます。スターバックスでも書いてますね。家でやる時もあるんですけど、こうチャートを書いてる時、ちょっと集中したいなと思って、家以外でもやれないかなと思って、密かに、ナッツをカバンに忍ばせて、コメダで、ナッツ出るんですけど、コメダでも、コーヒー屋さんですね。少ないんですよ、ナッツが。だから自分の、カバンの中にナッツを忍ばせて、で、ボリボリ、コーヒー飲みながら食べながら、チャートをこうやって、書いてます。まあ、1日、調子いい時3時間ぐらいかな。はい。まあ、パッとですけど、完全に、これ下落トレンドの、あれで見てますね。みんなニオはもう下がってくよっていうのをちゃんと下落トレンド見てますね。現在が、何ですかこれ。13?
ただ、ちょっと面白いような動きはしてますね。ちょっと面白い感じにもなってます。ただね、まだ下落の方が圧倒的に強いですね。明らかに。ピークが夏46から3分の1ぐらいになってますね。でもあれですね。もし信じる今の位置、ダブルボトムのネックラインになってる。そうですね。ニオはもし短期だったら、この今 16.62 からちょっと上抜けると面白いかも。はい。知れません。だけど圧倒的下落トレンドが強いですよ。これ圧倒的強いですけど、ちょっと持ち直しがあるかもしれないってぐらいです。はい。もう今ちょっとパッパーっと書いちゃいましたけど。やし。という風に、どれだったこれか。はい。ということになります。そうですね。もう本当にこの1年間でごっつぁんですっていう感じですね、これ。ショートでおめでとうございますってぐらい。ショートで1年でボテれば、すごい利益になってるぐらい。僕思うんですけど、上昇トレンドと下落トレンドは、下落トレンドがピューッと引けるときっていうのは、みんなここすごい引きやすいはずだから、言い方変えると、引きやすいっていうことは、大衆は、下落トレンドで見ているっていうのが、おのずとわかると思います。チャートの引きやすさ、引きにくさってすごく僕大事だなと思って、これと対照的に、さっき言ってた、原油。これ、ちょっと複雑ですけど、ちょっと待ってですね。これ実は、原油は見ていただくと、ありますね。上昇トレンドがすごい引きやすいんですよ。もう、1段、2段、ちょっと上昇トレンドがこう、1段と2段ありますけど、上昇トレンドの形。またマジカメラもうなんとかしないとダメですね、もう。気づかないですね、もうこれ。あれ？もう、カメラマジで買わなきゃ。はい。めんどくさいです。はい。ということになりますね。はい。じゃあですね、そうですね。とりあえず、いろんな、テクニカルもお見せしたかったですけど、そろそろお時間になってまいりましたので、これぐらいにしたいと思います。土曜日なんですけども、また11時から、やっていきたいと思うんですけども、もうちょっと、世界株。本当はね、アメリカの株もいろいろ個別株も、チャートとかやっていきたいんですけど、もうね、多分つまんないと思うんですよ。で、本当はあれやりたかったです。これ見てください。これ。ダウの3倍ブルとか、ちょっとハイレバレッジのやつ。ナスダックのブル3倍とか。ね、これ。ここら辺もね、ちょっとテクニカルやったら短期トレードですよ、これ。短期トレードで、ビックスとかね、ありますので、こういうのをちょっとどういうふうに戦略でトレードしたらいいかなっていうのも、また土曜日、時間あったところでやっていきたいなと思います。で、あと特集は、NISA とかもやれればいいですけど、今って、長期積み立ての方っていうのは本当にちょっと辛抱って、今年1年もしかして辛抱かもしれないんですけど、でもちゃんとこう値動きを見て、もうそろそろCPI とかも物価指数もそうだし、インフレも収まったかなどうかなっていうのもね、
数値をね、見ていきながら、チャートも見て、いい位置でね、自分が納得できるところで、なんか積み立てできるとね、いいなと思いますんでね。まあ、それはそれでまたお話しするとして、今回、ちょっと、まあ、短期の、ところもね、チャートをこうやって出して、お見せできればなぁなんて思っております。はい。いや、久々だったですけど、もうなんかカメラがおかしくて、ちょっとまた、カメラ買うかどうか考えますね。はい。はい。すいません。サラさん本当久々ありがとうございました。いつもね、時間が、時間帯がね、朝早くなのに本当にありがとうございます。やっぱり、僕、こう、たくさんの人に見てもらうっていうよりも、本当にこう、内輪で、ワイワイできるような、ことがね、好きっていうか、まあ、もともと別にプロのトレーダーで、なんちゃってトレーダーですから、いろいろでね、こう、喋れてると嬉しいなって思ってるので、またよかったらね、遊びに来てくださいね。はい。それじゃあ、そうそう。二人ともなんかあれ、もう、僕ブログの方に書いたんですけど、東雲さんか、サラさんが、なんか、あれ、YouTube ライブとか、やらないです二人どっちか、僕のアカウントちょっと加工して、やるのってどうかなと思うんですけど、やらないですかね。東雲さん、ちょっと相談してなんか、やらないですまたなんか、言ってください。はい。なかなかあれですよ。僕もたまにこう、ライブの方でこう、コメントする側もいいなぁなんてちょっと思って。ニューヨーク相場しんどいんで、まあね。そうですね。はい。また、はい。なんかぜひ、YouTube ライブとかやるようだったら、ぜひご検討してくださいね、お二人。本当に。本当もう大して本当僕も大して喋れないので、はい。適当なことばっか喋ってるし。はい。しのぶさん、愚痴チャンネルね。たまにはそういうのもあっていいかなって。僕別にこれはほら、収益になってるわけじゃないから、全然アカウントをそのまま加工して、ね、複数の人が使ってもいいなと思ってるので。いた。もう、でも、あれですね。壊れちゃいましたね。カメラが。はい。もう壊れちゃいました。もう終わります。はい。それじゃあ、すいません。またじゃあ土曜日よかったら遊びに来てください。お疲れ様でした。それでは、また土曜日失礼いたします。